おはようございます。今、新板橋駅にいます。これから土浦に向かって歩いていきたいなと思います。Google マップでは約65、6キロっていう風な数字が出てるんですけれども、まあ、かなりの長距離なんで、夜遅くに出発をしようと思ってます。では、体に気をつけて出発したいなと思います。では、レッツゴー。今回の当旅の説明をします。今回は東京の新板橋駅を出発をして、ゴールとしては茨城の土屋駅を目指します。で、実際の実測値の GPS のデータとしては70キロオーバーというような形の数字が出ています。では、Let's go! 天気予報によれば最低気温が0度で最高気温が10度の予定で晴れらしいです。さてどうなるか、歩いてからの楽しみ。今滝野川の商店街にいるんだけども、めっちゃ暗いね。動画も撮れるかどうかちょっと心配だな。完全に眠る街だね。というかもともとあんまり華やいでないもんね。今王子方面に向かって歩いてます。今回もね、今までの長距離シリーズ同様 Google マップのアドバイスに従って歩いていくようなコースをとっていきます。目の前が飛鳥山公園です。ちょうどね、王子駅の後ろ側っていうか、Google マップによればここから北上していくって出てるんだけど、道あんのかな。ぶっちゃけ行って隅田川到着。めちゃめちゃ暗いです。うまく撮れてるのかな。今のところ気温はそんなに寒くないね。手袋持ってはいるんだけど、手袋なしでも全然 OK。今橋を渡ってきたところです。これから東京高知方面に歩いてきます。真ん中に見えるのがスカイツリーだけど分かんないよね。ズームもできないことはないけど、めっちゃ動画が荒れるんでちょっとダメだよね、暗いと。どうにか出られたね。OK。継続して北東方面に向かって歩いていきます。今目の前の交差点が461号です。これを切って東京高知市方面に向かっていきます。こっからが足立区だね。ちょうど橋を渡り終えたところ。
多分この柵の中、東京拘置所だね。一応なんか職員の人たちのアパートとかなんかあるらしいんで、ここが東京拘置所の堀だね。Google のルールにブロックされてもちょっとしょうがないんで、撮影はなしです。東京拘置所。正直言って昼間来ると何も感じないけど、すごいね、このライト。何世帯住んでんのかな。今回もね、Google はなんていうのかな、駅を外して推薦してきてるんで、駅はなかなか到着サインっていうかあれないよね。ちなみにあれ駅だと思う。綾瀬のね。まあちょっとやっぱり距離が距離なんで継続します。今綾瀬抜けて亀有方面に向けて歩いてます。これが中川だね。この階段だね。こっから登った橋を渡っていくって感じかな。江戸川です。新葛飾橋渡りますと言ってもめっちゃ暗くて分かんないよね。街灯もほぼほぼないんで、幹線道路沿いに歩道がないんで裏道歩いてます。正直言って悩ましいね。車は通れるけど人歩けるのかどうか分かんないねこれ。Google マップに従って歩いてはいるんだけども、コンパスではこの方向なんだけどね。道本当に出られるのかな。歩道に真っ暗なんだけどね、本当。ラッキー、出口あるね。よかった、大回りしなくて。さてここはどこでしょう。半奥にあれば、継続して東の方に歩いていくんだけども、間違えて矢印の通りに従っていけばいいのかな。でも矢印の方向って駐車場なんだけどね。駐車場の中を突っ切っていくのかな。進みまし。またもやラッキー、道あるね。やっぱ日本いいよ、このちゃんと整備されて。正直言って今何のなんだろうね。指が痛い。手袋してカメラ操作できないんで、今カメラが撮ってる方角がこれから進む方角です。道よく分かんないんだけどね、本当になんかイメージ的にね、九十九里歩いた去年時のなんか感じがするな。なんかジャンクションの方でいっぱいなんかごちゃごちゃってなってて道が分かんなくなるっていうか、
ここら辺あたりってぶっちゃけ言って何丁目ってないんだね。他のところでも見たんだけど、サイン、住所の町名がないんだよね。なんか商店街っぽいけどね。でも何もないよね。セブンがある。ここら辺にしてはちょっと大きな街だね。駅だよねこれ。駅の前のロータリーって感じかな。やっぱ寝る街だね、当然のことながら。新柱駅を北東の方に進みます。ちょっと地図の方を読み間違えて道間違えてるんで、今日はね本当にね路地裏を歩けないし道も間違えられないというか、本当に距離があるんで、ここからまた道をちょっと変えないといけないんだよね。なんか細い道に入るような感じのサインが Google マップで出るんだけど、ちなみにこれは常磐線です。ここが印西道みたいなんで、こっから北東の方に、カメラの向きの方に進んでいきます。これが逆添の駅だね。すぐ行きます。まだまだ先は長いよ。やっと東の空に光が出てきたね。完全な日の出まであと50分ぐらいかな。でまあ時間にすると約半分ぐらいなんだけど、地図見るとまだ距離の半分もいってないって感じかな。継続して歩きましょう。距離的にはまだまだ先なんだけど、次は我孫子を目指します。今日はめっちゃいい天気になるね。めちゃくちゃ綺麗なこのオレンジの空。正直これだけ見ると、これ朝焼けなのか夕焼けなのか分かんないよね。ものすごく綺麗。やっぱり東京からだいぶ離れてるんで土地があるのかな。なんか一軒家がメインのような気がするんだけど、あとね街並みかなりこのスペースがあるっていうか、余裕で作ってるような感じがするな。ぎゅうぎゅう詰めじゃない。